さん今回なんですけど、これホワイトオークをサニーさんの天井に取り付けていきたいなと思います。3、2、1。ワッパーショートです。今日は元気がありません。なぜかというと、サニーさん改造してきて3ヶ月、4ヶ月なんですけど、多分サニーさん走れません。日本では走れません、ルスさん。やばいですね。そういう方。問題があるのは、僕当初から一番初めの当初から8ナンバー登録する際に一番重要なのはこの最大安定傾斜角度をしっかりしとかないといけないということで、ソーラーにしろルーフにしろデザインにしろレイアウトにしろ全部それを考えてやってきたつもりで、いろいろ、計算とかいっぱい計算式とかあって、僕もわからない部分があって、とりあえずプロの方、あれどこの国の人でしたっけ、ルースさん。わからない。ルーさんフリーランサーの人にお願いしてみたいな、その人はなんか昔レースの車の作るねしてたみたいな感じで結構車の構造とか詳しくて、でその人にちょっと最大安定傾斜角度を登録するときに出さなあかんからお願いしますみたいな、 OK 全然できますよみたいな感じだったんですけど、なんとその人急に、連絡が取れません。ぼっちです。ぼっち。ルーさんの大好きなブッチです。好きじゃない、大嫌い。で、もうやばいと思って、一応僕らこのね、何々乗せて、ここに何々乗せて、で中心から左に、何センチのところに何々置いてっていうのを調べてるんですけど、その計算が全くできない、わからないということで、どうしようかなってちょっと今考えております。無理かもしれない。ルースさん、その最大安定傾斜角度がなかったら8ナンバー登録できません。そうですか。頑張ってきた今までね。もったいない。Windows 頑張りました、ソーラー頑張りました。チーンですよ。ルーさん、ようやく見つけました。 We found it、 ルーさん。日本にこうなんかその改造のなんていうんですかね、申請のサポートしてくれるとこ見つけました。ありますか？あります。インターネットで見つけました。8ナンバーのキャンピングカーの登録とか改造とかいっぱい手助けしてくれる会社らしいんですけど、ちょっと電話してみたら全部のウェイトとかマックスファンのウェイトとか全部測ってますかっていうことを言われて、測ってますって言ったら、それなら全然大丈夫ですっていうことだったんで、助けてくれます。もしかしたらサニーまた乗れるかもしれない。まだ乗ったことないけど、はい。ラッキー。正直、もし日本のキャンピングカー作りたい、このもの一番難しかったね。これめっちゃ気使っとったんですけど、この計算式がめちゃめちゃ難しい。ルースさん数学得意やのになんでできないですか？ You are favorite mathematics? No, 正直このものわからないな。難しい。正直興味ない。興味ないじゃダメですよ、ルースさん。サニーの命がかかってます。サニーズライフ。さて皆さん、今日なんですけど、日本特殊車両協会の吉原さんがわざわざ名古屋から来てくださいました。ありがとうございます。お願いします。いやもうめっちゃ焦ってたんですよ。もうこれもう乗られへんのちゃうんかと思ってブッチされてね、海外の人からちょっと事情を伝えたんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。もう心強いですよ、ルースさんね。ありがたい。で、今から何するんですか？今日は最大安定傾斜角度キャンピングカー登録するときに必要な書類を作るための重量測定をやってみたい。なるほど。この重量測定してからなんかわけのわからんなんていうか計算みたいなのをやっていく感じだね。あれはもうほんま見ただけでもう目閉じたい感じだね、ルースさん。難しいですね。プロな方がおらっしゃるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、今なんですけど、サニーさん後輪の後ろ乗ってます。これで後ろの体重が測れるってことね。そうですね。お尻側の、
そうルーさん見て、トニーさんのサニーさんのお尻の体重みたいな。この車は後ろがダブルタイヤなので、なるほど。左側の LF、LR は両方とも左のタイヤです。ああなるほど。じゃあこっちが今、レフトでこっちがライトってことやね。はい。ほな結構見た感じすごいバランスいいんちゃうんすか。平行ぐらいね。ほぼほぼ左右一緒ですね。トータル1945。1945で何ぼでしたっけ。1トン、1.9 トンです。そうです。1.9 トン。すごい。めっちゃ重た1.9 トンい。重たい。はい。ちっちゃいコンパクトカーだと 1.2 トンとか、あ、1.2 トン。はいはいはい。軽自動車だと 800g。800グラム。おお。アルファードとかエルグランドで2トン切るぐらい。あ、じゃあ結構同じぐらいね。ほな。向こうは車全体でです。あ、車全体でってことね。これは後ろだけ。後ろだけで。はいなるほど。ああ、このキロ後ろだけ。後ろだけですよ、ルーそうさん。もし後ろと前4000キロぐらいですか。今からまあ前測るので、大抵車って後ろの方が重たいんですか。そんなことないんですか。車によります。普通の車は前が重いです。前にエンジンがあってで前に運転席もあるので後ろは軽いです。なるほど。なんかサニーがでも前エンジンあるか前重たい。じゃあ今から見ますか。とりあえず後ろは 1.9 バランス的にもいい感じです。何ありますか。エアコンと今エアコンと室外機と水タンクでも200キロ入ってない。はいはい。もし200キロ入れたら右の方傾いてるんですけど、200キロぐらいで大丈夫ですか。大丈夫やばいですか。いや全然大丈夫だ。あ、大丈夫ですか。はい。200キロだと大人3、4人分の重量なので、あマイクロバスの片側に大人3、4人乗っても全然大丈夫です。あ、そうやね、はい言うてみれば。それが何キロですか。お、今回もっと軽い。前1900ぐらい。ほんまにあ、ほんまやね、1821で892と929、そう、右の方がちょっと重たい感じだね。40キロぐらい。うん違う。右ないですか。ディーゼルとあ、ディーゼルタンクがあるからかね。タンクと、うん。ということで今 3.7 トンやね。3.7 トン。めちゃめちゃ軽くなってません？だ僕ら多分見た時 5. 点何倍だったと思うんですよ。プラス乗車定員分1人55キロ。あ、55キロ、55キロで今3人。だと165キロ。めっちゃ計算遅いです。すいません。3.8 トンぐらいね、まあ言うたら。そうそう。だからもう最大安定傾斜角度できません。もう僕もほぼ算数苦手なんで。翔太首です。翔太首です。すいません。で皆さんちょっとすみません、ここでちょっと現場ではちょっとごちゃ混ぜになってたんですけど、この車両重量と車両総重量でちょっとミックスになってました。現在測ったのは車両重量で3767キロ、これが車体の重たさみたいな感じです。でサニーを購入した当初は車両重量、車両の重たさが3790ということで、まあ購入した時の方がちょっとだけ重たい感じです。まあその時は座席もついてたし、空調のあれもいっぱいついてたんで、まあ僕ら今エアコンとかいっぱいつけたんですけど、まあ、購入した時の方が車両自体は、重たいって感じです。で55キロ ×3 をしたのは、今回僕たちは3人乗りにする予定なんで 55×3 で165。でも、サニー購入した時は27人乗りだったんで、車両総重量が5275キロだから、あれこんだけサニーって軽かったっけみたいな感じになってしまったんですけど、まあ3人乗りと27人乗りの違いでなんかこんな誤差が生まれましたみたいな感じです。シャッター通るとちょっと食べ物を気をつけないといけないね。えもしめっちゃ食べる、多分めっちゃ重たいになります。全然大丈夫ですよね。10キロ20キロ全然大丈夫やね。はい。でちょっと今回ちょっとせっかく来てもうたんで、8ナンバーのことにちょっといろいろ聞きたいなと思います。僕らめちゃめちゃ不思議がっててなんかいろいろなんか疑問に思ってたこととかあるんで、いいですかね。はい。まず8ナンバーで気をつける、取るときに気をつけることってなんかあるんですか。キャンピング車の場合ですと、一番問題になるのが内装の難燃剤、難燃性証明ですね。はいはいはい。でそれから、最大安定傾斜角度のはいはい計算書が出せるかっていう部分じゃないですかね。はい。で難燃性で結構僕らの疑問を思ってたのは、はいどこまでがその
何年生使わなあかん、例えばベッドのマットとか、ソファーのなんてクッションとか、そこも何年生でいかなあかんですか？クッション、ソファーのクッションの場合、取り外せるクッションだったらいいですけど、ソファーの内蔵のクッションというんですかね、取り外しできない部分、くっついちゃってるやつ、そこに関しては何年生は必要になります。ああ、なるほど。ベッドとか、ベッドのマットレスなんかは、マットレスが取り外しできるもので、ちゃんとベッドのエリアが確保できるんであれば、それは荷物なのでいらないです。はあ、ルーさんめっちゃ調べてましたよ、僕らね。インターネットでずっと調べてたけど全然ない、マット何年生の、取り外しできるかできんかが問題なんね。もう一つなんですけど、僕運転席の周りもいじりたいなと思ってたんですけど、その辺でどうなんですか？あんまりいじらん方がいいんですか？エアバッグとか出る。基本的にはダッシュボードの周りはいじらない方がいい。いじらない方がいい。できなくはないですけど、それなりの書類が必要になったり、試験が必要になってくるので、大変なことになると思います。あ、そうなんですね。で、上とかどうですか？上は基本的にはフロントガラスより上のエリアであれば大丈夫です。あ、OK ですね。じゃあ、今日はありがとうございます。ありがとうございます。これからすることって言ったら何にしたいですか、僕たちは？まず、内装を作っていくときに、重量と設置する場所をきちんと図面で書いといていただければ、書類は全部できると思います。あ、そうですか。ありがとうございます。で、その書類を車検の口座変更の前に提出するね、陸運局に。そうですね。あとルーさん、なんか質問したいことある？そう、車検の時、水タンクとバスのディーゼルタンク、満タン必要ですか？燃料は満タンですね。ディーゼルは満タン。で、水は綺麗なホワイトタンクは満タン。これということはこれは満タンってことね。満タンです。で、グレーとブラックタンク、お水の方ですね。お水の方は空で大丈夫です。あ、そう、お水はグレーボードタンク、エンプティー。This is a food。で、僕たちその運転席と助手席、その助手席の横に補助席があるんですけど、補助席にはちょっとシートベルトがついてないんですよ。それどうなんですか？補助席はシートベルトがいらない座席なので。あ、そうなんね。大丈夫です。もともとついてなかった年式であれば大丈夫です。あ、そうなんね。そんな感じです。わかりますか？ありがとうございます。で、日本特殊協会、で日本特殊車両協会さんのYouTube チャンネルもやられてるね。で、そっちでもちょっといろいろトークとかもしてるんで、また皆さんよかったら見てください。面白いトークしてますね。ということで、また皆さんぜひ見てください。今日はほんまありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。Oh, my comfy chair. Can you put the camera on? そう、ルーさんどうですか？今日来てくれてほんま安心ですね。はい、全然違う雰囲気今日。正直、なかったな、あの時は。ぶちとき、私めっちゃがっかりしました。めっちゃ心配しました。もう今まで頑張ってきたやつがもうパーになるんかと思って心配したもんね。はい、でも正直今日めっちゃ自信あります。はい、この人と一緒めっちゃ嬉しい。で、いろいろ聞いても全部答えてくれるし、ブッチされてよかったかもしれん。Maybe finally it was okay to do the ブッチレッサン。Destiny。Destiny。ブッチされたおかげです。ということで皆さんももし DIY でなんかちょっと困ったことがあったり、キャンピングカー改造のことで困ったりしたことあったら、日本特殊車両協会さん、まだ発音できひんわ、めっちゃ難しいこれ。日本特殊車両協会さんに聞いてみるいいと思います。ということで、明日からまた DIY ですね。張り切っていきましょう。楽しみ、もう不安ないですよ。はい。I was hoping for a day off tomorrow. Day off? No! Tomorrow I have work again, Rusa.